です。本日なんですけども、見慣れる場所からこんにちは。ですね、この度撮影する場所をちょっと変えまして、新しくスタジオを借りました。以前の家は未だに僕住んでるんですけど、そこから撮影機材とか調理器具とかをこっちに全部持ってきまして、もう撮影のためだけの部屋というものを1個お借りしました。理由がですね、以前しのけんくんとコラボさせてもらった時に感じたんですけど、ちょっと前の家だと2人3人ならいけるんですけど、4人5人6人となってくるとまあ狭いということで、今後もねおそらくコラボはしていくと思いますので、その時にコラボしやすいようにちょっとリビングの広いお家をね借りたっていう感じでございます。で、僕ももう34の年になりまして、動画初期からずっと使ってた座椅子、ローテーブル、セットだともう腰痛いんですよ。しかもね、カズサックさんぐらいだったら座れるけど、トックンみたいにね、体の大きな方はあそこちょっと座るの本当にしんどいので、初めてテーブルというものを導入してみました。で、最初に業務連絡です。先日発売いたしましたタニヤン包丁錦バージョンボーニングナイフ。あちらが応募総数が3000と300件、たくさんの皆さんからのね、ご応募いただきまして、すでにもう増産体制に入っております。来年の2月に販売開始ができるかなというタイムスケジュール感なので、ちょっとまた期間は空いてしまいますけども、もしね、来年の2月の販売の時にご縁がありましたら、ぜひ。で、前回1000と200本販売いたしましたけども、今回も1000と200本で今製造をお願いしてます。で、皆さんからのコメントで結構多かったのが、僕もびっくりしたんですけど、左利き用のバージョンないですかっていうコメントが結構多くてですね、青木さんともちょっと話しまして、もし皆さんからの左利き用のご要望が多ければ、もうそれこそ100本、200本、300本っていうご要望があるようでしたら、左利き用も作りましょうっていう話になりまして、今回の動画の概要欄に左利き用の包丁ご所望ですかみたいなコメント残しますので、左利き用が欲しいという方はコメントください。ではここからは今回の動画に関してなんですけども、春らしい食べ物もいいなと思ったんですけど、それこそ山菜の天ぷらとかね、いいなと思ったんですけど、なんかね、最近大根がバリ安い。これは大根の大量摂取をせなあかんだろうと、そう感じましたので、今回は大根料理でございます。それこそね、ぶり大根とか大根餅とかおでんとかいろんな大根料理ありますけども、僕が思う一番ご飯に合う大根料理です。その名も豚バラ大根と申します。もし何かのご参考になれば嬉しいです。というわけで早速本日も作っていきましょう。それでは作っていきますよ。本日からここが動画の調理場に変わります。以前がね、ここ真っ白やったんですよね。だからね、例えばこのお料理の方に色のね明るさを揃えると、こっちがすっごい白飛びするみたいなことがねよく起こってたんですけど、ちょっとね色が濃くなったので白飛びせんくなったっていうのは僕の中では結構ストレス緩和ですね。で、調理スペース的にはそんなに変わらないんですけど、今回カウンターキッチンというか、ここがね奥までずーっと続くので感覚的には広くなったような気がしますけど、そんなに変わらないですね。むしろ洗い物した時にここ水バンバン飛んでここら辺べっしゃべしゃになるんで、個人的には普通にここに壁というかね段差がある方がキッチン的には使いやすそう。ただコラボ撮影の時とかってどうしてもねこっちの向かい側からカメラ回すので、ここにね壁があると手元が映せないんですよね、こちら側から。ですので日常的な不便は増えましたけど、撮影って考えるととても便利になりました。で、今回の調理家電たち、電子レンジ、オーブン、電気ケトル、全部バルミューダで備えて、ちょっと統一感が増しましたね。バルミューダってオーブントースターとか電気ケトルは高いですけど、電子レンジ安いんですね。使いやすいかって言われたら微妙って感じですけど、でもかっこいいからよし。で、あと個人的にでかいのはこれですね。ここガラス張りになったことで、一人の時は全然いいんですけど、コラボの時に火元にいる時のコラボ相手の顔が抜けるっていうのはすごくありがたい。この辺ももろもろ完備して、もうほんと撮影がしやすくなったなっていう感じです。で、火元あたりとかもそんなに特に変わったことはないんですけど、今回このガスコンロの台とか、それこそこの五徳とか銀色でビッカビカでめっちゃかっこいいじゃんと思ってたんですけど、ちょっとコンロ使ったんですけど、もうあっという間に黒ずむのね、儚い命でした。で、あとは特に大きく変わったところとかもそんなにないので、皆さんにはねできるだけ違和感のないように動画はお届けできるかなと思いますけども、何卒この新しいキッチンでの動画よろしくお願いいたします。じゃあ作ってまいりましょうか。で、今回のお品書きというかメニューですけども、みんな大好き豚バラ大根。
で、豚バラ大根作り方本当にいろいろあるんですけど、例えば豚肉を一回焼き付ける系のものだったりとか、豚バラ肉を分厚く切るパターンだったりとか、大根も分厚くカットして、なんかそれこそブリ大根みたいな大根にするパターンとか、いろいろある中で、今回はね、よりこう時短というか、パパッと作りたい。でもパパッと煮込み時間短っていう風に作ると、豚バラちょっとね硬く感じたりとか、お大根も中まで煮汁が染みてなかったり、そんなことが起こったりする豚バラ大根ですので、もう両方とも薄く切っちゃう。だから煮込み時間は短い。でも特に豚バラ肉とかを強制的に柔らかくプルプルで食べたい、そんなレシピでございます。だから薄くスライスした豚バラ肉なんかも短い煮込み時間で柔らかくしたいので、歯ごたえが生じる焼き目とかもつけない、そんな感じのレシピですんで、もし何かのご参考になれば嬉しいです。それでは張り切って参りましょう。で、今回もね、お出汁を使うんですけども、もういつものことすぎるかなということでちょっと省きますね。一応今回お水5リットルに対してラウス昆布が 100g、 こちらをいつも通りの1時間煮出しで昆布だしを取って、でそこに厚削り節を 70g ぐらい加えて、濃いめのねちょっと合わせだしを取ろうかなと思ってます。今回の豚バラ大根ってお大根の香りだったり豚バラのお肉の旨味ぐらい、そのくらいでそんなに強いもの入らないので、お出汁ちょっと濃いめが美味しいかなって僕は思います。っていうかご飯に合うと思います。ですので今回はちょっと強めです。というか大体昆布を買ってくると裏面にね1リットルに対してこのくらいの昆布を入れてねっていう風に書いてあると思うんですけど、その分量を加えても1時間煮出しをすると昆布の旨味全部出すんで、結果的に濃いお出汁になっちゃうんですよね。だから1時間煮出しをするとこの裏面記載のお出汁の2倍ぐらいの濃いのが取れると思ってもらえたら。では今回のお大根様ですけども、一般的なお大根とこちらに見えておりますのがかの有名な聖護院大根、ちょっとね色悪くなってますけども、京野菜で有名な聖護院大根ですね。もちろんお店ではねいただいたことあるんですけど、なんだかんだ自分で扱ったことないなと思って、今回ちょっと切り方変えて分かりやすいようにして味の食べ比べなんかもしたいなと思っております。一般的によく言われるのが、こちらの聖護院大根の方が身が柔らかくて、そしてきめ細かくて、で甘いって言われますよね。だからどんな大根のレシピにも合いますよ。特に加熱調理なんかすごく合いますよ。辛みも少ないから生で千枚漬けみたいな、あんなのも美味しいですよって言われる聖護院大根ですんで、ちょっと楽しみでございます。で一応今回お値段的にはこちら普通のお大根が1本98円でしょ。でこれは倍量 1.5 倍量ぐらいかな、重量で言ったら。いやもうちょいあるかな、2倍くらいあるのかな、重さで言ったら。この聖護院大根200円でしたからね。やばくない？今年そんなに大根取れてるのって感じです。では農家さんに感謝をしつつ早速さばいてまいりましょう。でこういったお大根とかをカットするとき、やっぱイメージ的に分かります？この鎌型のナッキリ包丁、これでね和食の料理人さんなんかはストンっていかれるイメージありますけど、やっぱりねこれかつらむきとかめっちゃくちゃしやすいんですけど、言うても型場なのでこれをね落とすの結構苦手だったりするんですよね。ですのでやっぱこれをね扱いやすくドンドンドンと切るなら両刃がいいですよね。でこの先端は違うものに使おう。でこうやってスパッと割ってから皮を分厚く、この移管則に従ってこれ剥いてると思いますけど、聖護院大根皮ほんと分厚いんですね。これ剥かないともう口に残るなっていうぐらい皮が分厚いのが分かる。普通の大根とは違う。一発で皮剥いた方が多分綺麗なんでしょうけども、僕はそんなに器用ではないので2回に分けてね。で今回の聖護院大根はまず半分のこれを3分の1、ちょっとでかすぎるけど、まあここはご愛嬌。
そしたらあとはこれを何ミリぐらいかな、あんまり薄くしてもね存在感消えちゃうので7ミリ8ミリぐらい、薄すぎずでも火の通りは早いみたいな感じにカットしようと思います。で今回長時間炊かないので面取りはしなくていいと思います。で続いて普通の大根、これもやることは同じでございます。じゃあ今回聖護院大根結構大ぶりにカットしちゃったのでこの子も大ぶりにしよう。いやさすがに食べにくいか。普通の大根はいちょう切りで、これも同じく7ミリぐらいに、細いとこだけ半分で、今回のこちらの皮、いつもはねなんていうんですかね、お漬物とか和え物にすることが多いんですけど、なんか気持ち的に辛い大根おろしご飯が食べたくなったのでちょっとパワープレイにはなりますけども、嘘、待って、聖護院大根皮辛くないんだが、皮までめっちゃ甘い。何これ。いや正確には辛みあるんですけど普通の大根と全然ちゃう。でそれから食べかけでめっちゃ申し訳ないんですけど、さっき大根の皮バーっと剥いたじゃないですか。これが外側ですね。で内側にある胃管束のとこあったじゃないですか。ここがねなんかね硬い、噛み切れないぐらい硬い。おもろ。はい、そんな知識がつきました。さすがに無理か。結構お水を加えれば回る。一応強引に大根おろしはできましたけども、これはね美味しくない。食感が非常に悪いですね。なんかパサパサカサカサしてますね。やっぱ大根の皮で大根おろしってできないんだな。真似されることはないと思いますけど一応ご参考までに。そしたらここからは大根の下茹で。そしたらここに冷たいお水。そしたら有名な話ですけどもアク抜きにお米。こちらを火にかけて、このお米とかあととぎ汁とかこういったものが苦みを抑える役割があって、でなおかつ煮汁にとろみがついて柔らかく火が入るのと、あとこのお米が持ってるでんぷんがアクを吸着してくれますよっていう、そういう役割ですね。でアク抜きいろんなもの使うんですけど、それこそ生米とかとぎ汁とかぬかとか塩とかお酢とかねいっぱい使うんですけど、本当はホワイトボードにまとめたかったんですけどちょっと1ページでまとまらないのでちょっと走り書きで申し訳ないですが、ご興味がある方一時停止推奨。で特にこの時期とか春の山菜でつくしとかあと板鶏とかそういった山菜系がよく出回りますけど、こういったものはやっぱねアクを使いますよね。配アクね。じゃあ沸いてきたら弱火に落として、アクはめんどくさいから取らんでいいや。こう煮汁が対流しているのを見ながらコト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 待ちましょう。よろしいのではないでしょうか。この後煮汁の中でもねちょっと煮ますのでね。そしたら今回お米を加えているのでぬか臭さを取るためにも一度水洗い。
なんか普通の大根よりもすっげえ柔らかい気がする。聖護院大根すごっ。これは違うお野菜だわ。普通の大根よりも火の通りが早い気がする。で、本来であればこれ一度こうペーパーとかでね、水気を切った方がよろしいんでしょうけども、ちょっと横着します。今回完全に大根にこう味が染み込まなくてもいい工夫がね、ちょっと施されているので。はい、それでは第2陣。じゃあここまでで大根のね、処理が終わりましたので、ここからはお肉に参ります。はい、豚バラ肉。一般的にね、買うときはここを縦にこういう風にこう柵取りして、だいたいこういう形でね、豚バラブロックって形でね、僕らは購入すると思いますけども、今回大きい版でもらっちゃいました。で、まずここで僕がしたいのは下のこれですね。これを外したい。普通に豚バラブロックを買ってきても、ここの部分ってね、結構ついてくると思うんですけど、ここね、チャーシューとかを炊いて薄くスライスすればそんなに気にならないんですけど、例えば角煮とかを作るときにここがね残ったまんまある程度の大きさで煮込むじゃないですか。そうするとここだけねやっぱね硬い、口の水分全部持っていく系の硬さというか、やっぱねここはなかなか煮込んでもどうやっても厳しいなっていう判断を僕は下しました、この間。なのでそう、この部分なんですよ。この部分、ここちょっとカットしてフライパンで焼いて食べてみると分かりますよ。あ、硬いなってなります。で、同じようにお尻の多分ここも多分硬いだろうな。似たような繊維の入り方してるし。よし、これでここにあった部分とここにあった部分ちょっと両方とも外してました。ここもしかしたら硬くないかもしれんけど、とりあえずここは絶対硬いので、今回今日この後この向きで柵取りというよりもこの向きで柵取りして僕はこうカットしていこうと思ってるので、その時に多分ねこの下駄勝手に外れちゃうんですよね。ですんでもうこの段階で下駄を外しちゃう。はい、これで綺麗さっぱりになりました。ということで、はい、いい感じに柵取りしまして、そしたらこの後スライスしていくのと同時に下味も打ちたいので、バットにうっすらまんべんなく下味用のお塩で、今回の僕の作り方だと結構薄いです。ただちょっとここ高さがないな。よし、じゃあちょっと高さがないここはそぎでちょっと断面積大きくして、この辺から高さが出てくるので、だんだんと包丁の角度をまっすぐにしていって、よいしょ、この辺ぐらいから普通にカットしていこう。厚み的には5ミリとか、焼肉用の豚バラぐらいの厚みで今日はカットしております。というかスライスしております。そしたらスライスしたものをバットの上へ並べて、でまたうっすらお塩からの、はい、お肉並べて、とりあえずお肉の両面にうっすらお塩で下味です。やっぱこの下味を打たないで結構仕上がり変わるかなと思っていて、
豚バラ大根のうち特にこの豚バラの方は何て言うんでしょう、より存在感が際立ってほしい、やっぱねお肉としてタンパク質として、だからどうせこの後濃い煮汁をね表面にベタっとまとわせるんですけど、それでもやっぱり豚バラと大根を食べた時にやっぱ豚バラの存在感がバンと上がる方がご飯が進むかなと思います。これはでも好みによるかもしれないですけど。そしたら今回はここに片栗粉を打ちます。そう、今回はこちらを一度お湯でさっと湯がいて水晶蓋にして、でその状態で煮汁に煮絡めていくので、もう強制的にこの片栗粉部分にね煮汁が絡みつくっていう。だから今回は豚肉に煮汁をこう吸わせるというか染み込ませる必要がないから時短ですよね。そしたらあまりにもこの表面に片栗粉がつきまくってると仕上がりがボッテボテになっちゃうので、余分なお粉は払って。これこっちが早いや。ちょっと片栗粉もったいないんですけども。そしたら沸騰したお湯に豚肉をポポポポーン。そしたらあんまりガチャガチャやるとこう衣が剥がれちゃうので、優しく豚肉同士がくっつかないようにばらしてあげて、もう豚肉のお色が変わったらもう OK です。でこれにて湯がき終わりで、今回のこの片栗粉を打つやり方、ちょっと注意点がございまして、このやり方手羽元だったりとか手羽先だったりとか鶏ももだったり、こういった豚バラ肉とかでね一緒にこう大根を炊く時に使えるんですけど、新鮮なお肉を使われてください。というのもお湯にさっと通す霜降りみたいに表面の酸化した油とかを落としてすっきりさっぱりさせますよっていう方法とは違って、こちら表面にでんぷんの膜をコーティングする作業になるので、むしろ閉じ込めちゃうんです。ですので古いお肉の香りなんかも中に閉じ込めちゃうので、できるだけ新鮮なお肉を使われてください。それから豚臭いお肉とかあんま好きじゃないよっていう方、そういった方もこのやり方だと中にお肉の香り閉じこもるので、そういったお肉の香りガンガンくるようなのがあんまりお得意じゃない方は片栗粉を打たずにさっと湯通しする感じにしてくださいね。それではあとはここからは薬味だったりそういったもろもろ関係になりますので、なんていうの、ちょっとした細々仕事に参ります。で今回豚バラ大根なので全体的に抹茶っ茶になるので緑が欲しい。でもちろん絹さやとかでもいいかなと思うんですけど、せっかく春なのでこの時期美味しいスナップエンドウで、こちら今ここ本当はねヘタというかここに頭がポンとあって、これは綺麗に取られてあるパターンですね。でスナップエンドウをこうやって見た時のここと裏面の背中、ここに1本2本と筋が入ってるんですけども、それを取りたい。で取るときこちらヘタがないんですけど、あるものと仮定していただいて、こういう風におひげみたいなのがピョロンと生えてるので、これを逆方向に逆パカ、ここまでいったらこのヘタもろともこの辺りでポキッと折っていただいて、反対側、はい、これで筋なしスナップエンドウ。このおひげを逆パカからの巻き込んで、これで筋取り。これすると爪が青臭くなるので、ネイルされてる方はゴム手袋をされてください。そしたら 1% から 1.5% ほどの塩水でよし、大体 1.3%、 ちょっと濃いめのお味噌汁くらいの塩分です。はい、約2分こうお箸に沈めてあげたりコロ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 してあげながら、2分経ったらざるにあけて、余計な火が入らんことをさーっとすぐ仰いで、
この時どうしてもお水に冷水に落としたくなるんですけど、スナップエンドウさっき筋を取ったタイミングでちょっと穴が開いてたりするので、この中にねお水が入り込んじゃうとせっかくの下味のお塩全部流れちゃうので、なんというか仕上がりが水っぽくなっちゃうので、スナップエンドウはおかげで、こちらスナップエンドウってねご存知の通り冷凍が効くお野菜なので、ブロッコリーみたいにこの段階で粗熱が取れたらジップロックに入れて冷凍保存してあげると、この美味しくて安い時期のスナップエンドウがねいつでも食べられますので、今は普通に冷食でねスナップエンドウ売ってますけどもね。そしたらあとはこちら食べやすく斜め1/2カット。では続いて生姜。もう生姜は皆さんお好みの量で、結構生姜ガンガンに効かせても美味しいですよ。ではここから豚バラ大根の本調理に入ってまいりますので、今回の調味料たちをせーの。こちらからおだし、濃い口醤油、酒、みりん、ざらめで、今回の分量が全部重量比です。こちらから10対2対1対1対1で、もしお家にスケーラーというかこういった重さを測るものがもしなければ、もう最悪レンゲを1杯でこっちレンゲ10杯みたいな感じで体積比にしてもらってもそんなにめちゃくちゃ大きくは変わんないです。でこちら比率、塩分量的に言うとだいたいカツ丼とか親子丼とかの割り下にかなり近いくらいの塩分量になってます。なのでここからも分かりますよね。普通の豚バラ大根でもっと薄めの濃い口醤油の量でじっくり煮込んでいったりするレシピもねあったりするんですけど、今回はささっと作ろうねっていうのがここからも見て取れますね。そうしたらフライパンに何もかんもぶち込んで、ちょっと煮汁多かったかも。とりあえずザラメを一旦全部溶かして、もしザラメがなければ上白糖以外の例えば三温糖とかきび砂糖とか茶色いお砂糖なら何でもいいと思います。でひとしきり溶けましたら、この段階で一度味を見てみてください。っていうのがですね、もうこの後あまり煮込まないのでほぼほぼもう全部この塩分量で全部決まっちゃいます。ですので一度こちらを味見してみて、で今この塩分量でちょうどいいなっていう方はもうこのまんま GO です。もうちょっと味濃くていいなっていう方はこちらをちょっと煮詰めてあげるとよろしいかなと思います。逆にちょっとこれしょっぱいわっていう方はもう少しお出汁で伸ばしてあげてください。塩分量的にはこんな感じです。で続いて風味コク味わいの面で言うと、多分この段階で飲んでみてもお出汁があるので美味しいっちゃ美味しいですけど、なんかちょっと物足りないな、もうちょっとパンチ欲しいなって思われる方もいるかもしれない。じゃあだからといってだしの素とか味の素をブワーッと入れなくて大丈夫ですからね。まだこの中には大根も豚肉も生姜も入ってないので、塩分量的な意味じゃなくて味わいコク的に薄くて当たり前ですんでね。おでんの具材が入っていないおでんだしを飲んでもね、なんか物足りないじゃないですか。それと同じですんでね。そしたらもう別に大根火通ってるので、この冷たい状態から火にかける必要性は全然なくて、こちらあちあちの状態で加えてもらってもいいんですけど、多分ね、ただやっぱりねコールドスタートの方が焦らないし確実ですよね。そしたら煮汁にギリギリ浸るかな浸らんかなぐらいの大根を加えて、で火にかけて、そうしたらだんだんと沸いてまいりましたので、一度火を弱めて今回の豚水晶投入。はい、再沸騰させるようにちゃんと火を通して、で再沸騰してくる過程で勝手にこの豚水晶のおかげでとろみがついてくるので、今はそのとろみ待ちですね。そしたら一度お湯も沸いていい感じにとろっとしてまいりましたので、今回のおろし生姜、皮ごとおろしたこの生姜をギューで、今回おろし生姜を全体にギューッと絞って全体をね生姜風味にしましたけど、そうじゃなくてちょっと味変っていう感じで、こちらお皿に盛り付けて、その上におろし生姜をちょんって上に乗っけることをこう止めるっていうんですけど、ちょんと乗っけて豚バラ大根おろし生姜止めっていう感じでやっても、それはそれで生姜の風味ダイレクトに感じられて美味しいかなと思いますし、皆さんのお好きなように。僕は今回こんな感じにしてみました。そしたらもういい感じに火も通ってきましたので、じゃあ続いて第2陣、こちらが聖護院大根。
柔らけ。なんかもう柔らかすぎて普通に絞れそう。全然絞れるわ。ぐちゃぐちゃになるけど。そしたら先ほどと全く同じ手順を踏むだけ。一応これにて豚バラ大根完成。とはいえこちら一度冷ましている間にまだ味染み込んでいくので、一旦このまま放置で、その後ぬくめ直して最後にスナップエンドウを飾ろうかなと思います。で今回ちょっと合わせすぎてちょびっと余っちゃったこの割り下、こちらさっきもお伝えした通りカツ丼とか親子丼とかこのくらいの塩分量なので、このちょっと余った豚肉、これとあと玉ねぎくし切りにしたやつ、それ一緒に小鍋で湯がいて、んで卵でとじれば他人丼。これは僕の明日のランチですね。そうしましたらこれでご飯とメインのおかずは完成しましたので、どうせなら汁物が欲しい。で今僕の手元には一番最初に外したここのねスカートの部分がございますので、こちらで肉団子を作ってちょっと汁物にしようと思います。ある程度細かくなったらもう叩いてもいいですし、どこのご家庭にもあるこのメッツァルーナを使って細かいひき肉にしてもらってもいいし、もう少しだけちょっと細かくしていきます。でこちらのひき肉とこのひき肉の重量のだいたい半分くらいのお豆腐、ちょっとこれ混ぜようかなと思います。というのが申し上げた通り、なかなかね歯ごたえの強い部分だったりするので、この豚肉だけで作ると結構食感がゴリゴリになりそう。水切りまではしなくていいと思いますけど、キッチンペーパーで水気を拭うくらいちょっと水分取ってこちらをイン。あとはみんな大好き長ネギ。そしたらここに分量外の片栗粉、これで長ネギをコーティング。よくシューマイ作りとか餃子作りとか天津で使われる技法ですよね。これどうしても長ネギって水分が出て全体のあんがねべちゃっとしちゃうので、それを防ぐための役割。あんまりやってもね肉団子が片栗粉で硬くなっちゃうので、あくまでこうポロポロっとする程度でよろしいかと思います。じゃあ今日は特にもうレシピとかもないので、おろしにんにく気持ちの分だけ、おろし生姜気持ちの分だけ、オイスターソース少々、濃い口醤油少々、ごま油少々で、本来は卵黄とサラダ油、それをミキサーでブイーンと攪拌して玉元っていうねものを加えるとふわふわになるんですけど、ちょっとめんどくさいのでマヨネーズ、これ適量。じゃあこちらを混ぜ合わせるだけ。ゆるすぎたら片栗粉を加えます。いけるんじゃなかろうか。じゃあ長ネギ、これを加えたらさっくりと。ではこの状態だとちょっと塩分量とかね味が見れないので、はいレンチンいただきます。じゃあちょいお醤油足しの、ちょいお塩足しの、ちょっとお砂糖、これを混ぜ合わせれば肉だね完成。じゃあ特に必要ないと思いますけど、一応香り付けになれと思って長ネギの青いところ、そしたらこちらの沸いているところに今回の肉だねをガン取りで、これぬるま湯とかだと中で肉だねが分解するので、必ずこう沸いてるところに入れてくださいね。でスプーンは一回一回濡らしてあげると離れがいいですよ。それぷかぷか浮かんできたものからサルベージ、非常に柔らかいので取り扱いにはご注意ください。
これにてワンダネ完成で、この湯がいた汁は湯がいた汁でまたうまいんすよね。豚の豆がよう出とる。なんかお鍋にするなりスープにするなり思い思いに使っちゃってください。じゃあ今回のお出汁に薄口醤油、これ香り付け程度、そしてお塩、これで塩分量をバチッと決めて、じゃあ今回はなんとなくくず、こちらを使ってとろみをつけて吉野仕立てで、もう水溶き片栗粉と同じくお水で溶いて、で吉野くず結構ゴロゴロの塊なのでしっかりと溶かしてあげてから、あんまりドロドロにしてもしょうがないので様子を見ながら適度に。でくず粉は片栗粉よりもとろみ能力はそんなに強くないので、沸騰したところに入れてもそんなダマダマにならないので楽ですよ。そしたら忘れ物、なんかコクがないなと思ったら日本酒入れてないんだ。お酒適量。そしたらこれで水溶きくず粉でまた塩分が薄まるので、うめえ。今一度お塩で塩分調整。このちょっと酒の香りが残ってるぐらいがいいですね。うまいね。そしたら今回の肉団子を盛り付けて、で今回の炊事を貼りまして、今回あしらいとかがないのが本当に申し訳ないんですけど、ちょっとおろし生姜止めて上に刻みネギ、これで豆腐と豚肉のつみれ吉野仕立ておろし生姜止めの出来上がりでございます。で当然僕はこれじゃ足りないのでもうちょっと大きく作りますけどもね。はい、というわけではい、これで豚バラ大根セットの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。 BBD。 結局後一度冷まして今これぬくめ直してるのでさらに味が染みましたね。もう大根なんて抹茶茶です。茶色は世界を救う。はい、てなわけでいただきます。じゃあ今回せっかく新居に引っ越しではないけど新居一発目なのでどうせならシュワシュワで、ただシャンパングラスもねまだこっち持ってきてないんですよね。ですので薩摩切子で失礼します。あんまり僕はたくさん飲めないので1杯だけ。キャバクラの味がする。萌えだからあれですね。あれ1本で3万5千くらいかな。昔はね2万5千円とかやった気がしますけど、いろんなものが値上がりしてますね。僕はやっぱりこっちがいい。で今回はねご飯もここに常備していっぱい食べる気満々でございます。じゃあまずは、お口の潤い。いやこれシンプルだけどめっちゃ美味しいと思うんだ。おいやば、マジで分解する5秒前って感じ。そりゃお豆腐入ってるもんな。ふわふわだわそりゃ。最高にうまい。結局こういうシンプルなものが一番美味しいですよね。それに今回つよつよだしにしてあるのでお出汁の香り半端ないし、何より今回お肉が歯ごたえのある部分をあえて使ってるので、お豆腐でもうトゥルットゥルのもうヌルヌルの柔らかい中にこうシコシコ食感というかちゃんとそこに食感が生まれてるんですよね。このコントラストが美味しい。多分普通のひき肉を使うと本当に柔らかい感じのもうね、上顎にベロでドゥーンでもう潰れちゃうぐらい柔らかいんですけど、もうその柔らかさしか多分ね食感生まれてないですけど、スカートの部分をちょっと粗めに刻んだがゆえのこの食感ですね。そうか、豆腐だけじゃなくてこれマヨネーズも結構がっつり入ってるからそれで柔らかいのか。もうこれだけでご飯いけるわ。じゃあ早速豚バラ大根。いやもうね、この作り方をすると豚肉がプルンプルンだからいいんですよね。じゃあまずこちらが普通のいつものお大根とプルプルの豚肉を一緒に。はい、美味しい。やっぱ一度冷ましたので結局大根薄切りにしてでなおかつね煮汁にとろみもつけて強制的に味乗りますよっていう風にしましたけど、でもやっぱ中までしっかり染みてますね。今回どうだろう、下茹ででだいたい10
分から15分。で、このお出汁の中で2、3分くらいっていう煮込み時間ですけど、もうトロトロ。もうちょっとね、皮を薄く剥いてあげれば、周りの異感触の部分というか、食感がね、シャキッと残るんですけど、やっぱ豚バラ大根はこのトロトロ具合が僕は好き。じゃあ続いて、聖護院大根。もうこれ明らかにだよね。絶対柔らかいやつ。物理耐久牝馬っす。でもこうやって普通のお大根と食べ比べると、なんていうか、大根の持ってる大根の香りってあるじゃないですか。香りが強いのは普通のお大根の方で、この聖護院大根の方はもうちょっと水分量多くて、甘さがあって、なんというか、その大根の香りがないというか、その癖がない。そんな感じの違いがあるなーって、今ちょっと感じました。なんというか、よりお上品というか、僕の感覚的に、こっちの聖護院大根の方は、なんか日本酒飲みたいなってなるお味で、一般的なお大根の方はご飯かっこみたくなるなっていう。と言いつつ日本酒じゃなく僕はノンアルコールビールですけどもね。スナップエンドウ本日の異常はなし。今の時代ね、スナップエンドウもう年がら年中買いますけど、でもやっぱ春に食べるスナップエンドウは格別ですね。春が来たって感じる。でもちょっともうお腹ペッコペコなので、はい、食ボツ。いや、マジで米泥棒すぎる。米が一瞬でなくなる。で、これはもうね、今回のお料理とは全然関係ないんですけど、これまでの椅子とローテーブル、組み合わせ、キュッとしてたので、胃が圧迫されるというか、結構いろんなとこがね、ギュッとなってたんです、あれ。だからね、このセットに変わってから、多分ね、食べれる量増えた気がする。やっぱ椅子とテーブルの組み合わせ、神だわ。で、これは本当にどうでもいい話でね。一応僕、あれなんです。料理系クリエイターでもあるけど、一応大食い系のクリエイターでもあるんです。でね、この間、お水とかご飯とかいろんなものを食べ飲みして、何キロ体重が増えるかっていうのをね、測るのをウェイトクラッシュって言うんですけど、この間、一人でね、何気なしに、今僕どのくらい胃袋に入るんだろうと思ってやってみたんです。そしたらね、10.2キロ、10.3キロ、そのくらい増えてまして、僕の現役時代からまた胃袋大きくなってるやんってなってね。まあそれは最後に試合出たのがね、2017年とかなので、そっからさらに9年ですもんね。そりゃ胃袋も大きくなりますよって話で。現役時代ね、ずっと僕10キロって夢やってたんですけど、いつの間にか超えてたっていう。まあそんなどうでもいい話は置いといて。ああ、最高。じゃあこの辺で美味しいんですけど、やっぱりずーっと同じお味だと飽きてきちゃうという時にちょこっとあると嬉しい箸休め。もうただスナップエンドウに明太マヨつけただけです。ああ、もううまい。今回2分湯がいてるんですけど、1分半とかでもよかったな。もうちょっと歯応えがね、シャッキシャキ感残ってもよかったかなっていう反省が今ございます。これはこれで食べやすいですけど。じゃあ食べ終わったところで、はい、スカルペッタ。もうこの残った明太マヨも余すことなくはい、完食。じゃあ僕はまた食に没頭しますので、ちょっと早送り。
というわけで、残りがあと1回分ですね。もうこれは飲み物。はい、これにて完売。それでは本日もこちらでラストですので、ラストスパート。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。今回のこの量でいくらでしょうね、原価で言ったら。豚バラブロック2キロと大根大2本ぐらい。だから原価で言ったら4200、300円ぐらいなのかな。これを1人前と考えると、だいたい300円から400円ぐらいかな。いくら大根が安いとはいえね、やっぱ豚バラがね、結構お値段しますんでね。とはいえ簡単に作れて、で、米泥棒で大変満足のいく朝ごはんでした。もう日が昇ってきましたね。で、今回のレシピだと、そんなに塩分的にはめちゃくちゃ濃いってわけじゃないので、もっともっとご飯ばっかばっか食べたいよって方は少し煮詰めてもいいかもしれないですね。だいたい小さなお子さんからお年を召した方まで、多分ちょうどいいぐらいの塩分量なので。で、今回新しいスタジオからね、お届けする一発目の動画ですけども、まだね、自分の中では、例えばこの壁紙が後ろ白いってこれグレーなんですけど、ここ無機質なんでなんかもろもろね、飾り付けしたいし、で、あとキッチンが思ったよりも暗いなっていうのがあって、ちょっと早急に照明事情をね、なんとかしないかんなって思ったりしてるんですよね。だからその他、なんかこの動画を通じて、なんかここ気になるなってところがあったら皆さんぜひぜひコメント欄で教えてください。できるだけ直せるように僕も努力しますので。それでは場所が変わって新しいスタジオでのこのチャンネル、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。というところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。